日本の経済が不安です。レアアースの件もありますが、20代、30代が貧困で経済が回らないことも大きいと思います。2025年の最新資産性の調査で30代時点の平均貯蓄が1470万、中央値は720万と貯蓄金額が少ない状態です。今後改善される未来はありますか？ありません。貯蓄ゼロ世帯はずっと増え続けていて、20代、30代、40代、50代、60代も貯蓄ゼロ世帯が増え続けていて、独身率も上がっていて、社会保険の支出額というのは増えていて、利率も上がっているので、国債の利払い費というのも上がり続けるので、結果としてそのサービスは悪くなるけど、税金は高くなるという構造を止める気がない政権がやってるので、なので、なかなか厳しい状態は変わらないんじゃないかなと思います。低収入で SNS で社会や政治家に不満を訴えている方々よく言いますが、世の中ピラミッドの構図だと思うので、皆がみんな等しく平等になるのはありえない話なので、少しでも人努力してピラミッドの上に置く努力をなぜしないのかなと思いました。そこの構造は弥生時代から変わってないだと思う今日この頃です。結構ね、一人一人で最適解を求めた結果、間違った方向に行くっていう、レミングスと同じことをやっちゃうパターンなんですよね。日本の場合って50% が同意をすると法律が作れるんですよ。国会議員を作って国会議員が国会で法律を作るとそこによって仕組みを変えられるんですよ。どんな貧乏人もちょっとずつ努力した方がいいよねっていう状態にしてすげえ貧乏人なのに日本って税金払うんですよ。年収さ170万円とかの人が税金払うのおかしくない？日本の平均年収が440万円ぐらいだとして、440万円の人は税金払ってくださいと。で、それ以外の人は、まず、給料が高くなるためにスキルを磨くとか、学校に通うとか、何らかしら給料が高くなるような努力の方に時間を費やしてもらうべきで、年収170万円のやつから金取って勉強する時間を奪うっていうのは、僕はどうかなと思うんですよ。なので、本来であれば僕は低所得の人から税金を取るべきではないと思うんですけど、基本的には日本のその低所得の人たちっていうのは目の前しか見てないので、低所得の人たちが低所得の人から税金取るのやめようぜっていうので、政治家を選ぶと、じゃあ低所得の人から税金を取るのをやめようっていう風には作れるんですよ。でも残念ながら低所得の人たちっていうのは、みんなで連帯して政治家を作ろうっていうのをやらずに、なんかひたすらこう 10% とか取られ続けるっていう。なので、個人が努力をして上に行くというのはやった方がいいよねというのは一般論としては正しいんですけど、ただ低職種の人で忙しい人、忙しすぎてダブルワークをしていますみたいな人って、下手にダブルワークをするよりも、そこはその給料を上げるための努力に費やした方が結果として長期的には稼げる額増えるんですよ。そもそもみんながみんな仕事をする必要はなくて、子供を産むとか子供を育てるという機能というのも社会にとっては必要なんですよ。子供を産むとか子供を育てるという機能に対して何らかしの利便性というのがないような社会的構造にしちゃってるので、前にその財務大臣の片山さつきさんと200区で話をした時に、子供を産んだ女性の社会保険料をゼロにしてもいいんじゃねっていう話があって、で僕結構あの案はありなんじゃないかなと思ってたんですよね。ハンガリーとかでは3人産んだ女性は所得税ゼロになるとかあるんですけど、社会保険料っていうのを取って高齢者とかにも使うんですけど、でも少なくとも子供を産んだ人ってその子供が稼ぐようになって税金を払ってくれたりとか、その子供が労働者になってっていうので、日本というのは人口がどんどん減ってるので、むしろ人口を増やすことの方が社会にとってはプラスの面が大きいんですよ。なので、子供を産むことに対してちゃんとメリットを与えましょう。そこで社会保険料をなくすっていうのにするとかっていうのをやればいいんですけど、残念ながら日本って子供を産むことによるメリットというのを与えない。なので、子供を産まないで170万円でも働いた方がいいよねっていう構造になっちゃうんですよ。ただ、実際その170万円の人が能力値を上げずに死ぬまで170万円で働かれるよりも、何らかのスキルを得てもらって平均年収ぐらいになってもらった方がいいんですよね。仕事に向いてないけど、子供いっぱい産めますって人とか、子供を育てるのが好きですって人もいたりするので、金銭を稼ぐということ以外にも、人間の人生には目的があって、成果があって、それはそれで評価されるよねという社会にし
た方がいいんじゃないかなと思いますけどね。ベネズエラの話をアベマでやってたんですけど、ベネズエラという国がもともと豊かな国で石油も出ていて、南米の中でアルゼンチンとかも昔はうまくいってたんですけど、そこでチャベス大統領が出て、ある程度お金を配ってしまって、産業自体がきちんと進歩していくという構造に投資をしないような状況にしてしまって、で、国がボロボロになってしまったと。でも、チャベスさんっていうのはずっと支持が高かった。今でもチャベスさんって、チャベス時代良かったっていう人がいるっていう状況だったりするんですけど、で、高市さんの円安にしていく構造というのは、僕は失敗だと思ってるんですけど、でも多くの日本人が円安が悪いことである。円安がいい悪いかというか、急激な円安と円安構造が続くことというのが良くないんですよ。なので、円安が悪いっていうんだったら、1ドル180円がいいのかとかって言ったら、そういう話じゃないんですよ。1ドル80円で円高は良くないけど、適正な円のまま止まっているが正しくて、徐々に円安になり続けるのであれば、じゃあ円で持っているよりドルで持っちゃった方がいいよねってなっちゃうんですよ。なので、ドルで持った方がいいよねっていうので、日本人の多くの投資ができる人って、オルカン買ってみましたとか、SP500 買ってみましたとか、外貨投資やってみましたっていうので、円を売ってドルを買うという行為をやり続けてるんですよね。で、その結果、石油の値段がどんどん上がるっていう。とはいえ、大衆の多くは、それがよろしくないことだという理解はしてないので、どんどん悪くなるんじゃないかなと思ってます。大衆がそれを理解するまでは変わらないので、なので、大衆がそう動くのであれば、僕個人としては大衆が落ちても自分は巻き込まれないようなポジションにいた方がいいなと思うタイプなので、そういうポジションを取りますと。なので、大衆として巻き込まれてずっと悪い方向に行くっていうのが、為替がわからない人っていうのがいて、円安になると円の利益は増えるんですよ。1ドル100円から120円になりました。ドルで勝負している会社の場合は、20% 利益が上がったことになるんですよ。100円から120円に 20% 円が安くなっただけなんですけど、円換算すると 20% 利益が増えたことになっちゃうんですよ。今、上場企業でもせいぜい利益率って 5% とか数%なんですけど、これが何もしないだけで 20% 増えるって、なんかすげえ大成功に見えちゃうんですよ。っていうので、毎年毎年 3% ずつ円安にしますっていうのをやると、100円が130円、10年間で130何円になりました。でもこれって全く同じものを売って全く同じ利益なんだけど、円換算すると毎年 3% 成長してるように見えちゃうんですよ。なので 3% の円安を10年以上やりました。100円から130円になりました。で、今だと160円近くになりました。これ20年やってますと。でもこれが数字上円では成長してるように見えちゃうんですよ。というところが本来外国の人が買ってくれるものを増やすとか、外国の人から見た魅力的な商品を作るというところがやるべきことなんだけど、それをせずにただ同じものを作り続け、同じ額売れてるだけなんだけど、日本の中ではそれがうまくいってるように見えてしまうっていう。生産性が上がってるわけじゃないんですよね。なぜこんなに物価高に苦しまないといけないのか。円安で。国債をバンバン吸っちゃってるので、今年も30兆円ぐらい国債多く吸ったんですよね。去年も30兆円ぐらい吸ってて。なので30兆円分円が増えるので、円の価値が下がるよねというのは世界中の人が分かってて、もちろん日本で投資する人も分かってるので、なので円を持たないようになるべくしようとしちゃうっていう。なので僕2014年5年ぐらいにフランスに移住したんですけど、アベノミクスもあって、基本的に円安はずっと続くので、資産を円で持つのはあまりよろしくないなっていうふうに思った。なので結果としてユーロでいくと120円ぐらいから今180円ぐらいになってるので、その当時からすると資産が円換算だと 1.5 倍ぐらい増えちゃったっていう感じです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。